こんにちは、りめいです。今日は日本で生まれたパンについて紹介します。日本にパンが伝わってきたのは1543年、鹿児島県の種子島にポルトガル人によって伝えられました。日本でパンと呼ばれるのはこの時のポルトガル語が由来です。その後、キリスト教が日本に布教されるとパンが全国へ広まりました。しかしその後、17世紀に江戸幕府が鎖国を行ったため、キリスト教や外国との交易が禁止され、パン作りは長崎の出島に住むオランダ人商人のために小規模に続けられました。再びパンが注目されたのは19世紀になってからでした。1840年に中国で戦争が起こると、日本でも戦争が起こると危惧した江戸幕府が、江川太郎左衛門という人物に江戸湾、今の東京湾の警備を命じました。彼は戦争時の携行食としてパンに注目し、長崎からパン職人を呼び寄せ、パンを焼かせました。その後、諸外国と条約を結んだことで鎖国が終わり、外国人が来日してパン作りが行われるようになり、再び日本人の間にもパンが広まっていきました。まず最初に紹介するのがアンパンです。アンパンは1874年に銀座に本店を置く木村屋で誕生しました。当時パンはイースト菌が希少だったため、ホップを使った固めのパンが主流でしたが、日本人には硬い食感が合わなかったため、木村屋では酒種酵母を使った柔らかいパンを考案しました。その酒種パンに日本人に馴染みのあるあんこと桜の花びらの塩漬けを入れ、明治天皇皇后両陛下に献上したところ、大変お気に召され、宮中御用達になりました。その後、庶民にも広まっていき、今ではコンビニでも売ってるメジャーなパンになりました。銀座東京木村屋総本店、明治2年1869年が創業の年だと思うんですけど、こういう風な紙袋に入れてもらいました。今回買ったのが小倉あんパンというあんパンです。中身が粒あんになってて、実際に天皇陛下に献上したあんパンは同じ大きさで、真ん中に桜の花びらの塩漬けが乗ってるこしあんのあんパンなんですけど、まず私が桜味みたいなものが苦手っていうのと、こしあんより粒あん派なので今回はこれを買いました。でもこれも明治7年に発売された結構多分初期のあんパンなので、実際に食べてみたいと思います。まず大きさはそんなに大きくなくて、コンビニとかで売ってるあんパンってこのぐらいだったりするんですけど、ちょっと小さめのあんパンですね。真ん中を切ってみます。中はこういう感じで、パンの中にあんこがぎっしり詰まってる感じです。さっき言った粒あんとこしあんの違い、粒あんはこのあんこの粒がちゃんと残ってる感じで、小豆の皮も一緒に残ってるタイプです。で、こしあんはこういう皮とかを全部排除して、こし器とかにかけて、全部同じように均等な味になるようにしたあんこです。甘さとか自体は変わらないんですけど、私はその粒あんの皮が残るような食感が好きなので、こっちにしました。じゃあ実際に食べます。なんかパンは結構ふわふわしてる感じかなと思ったら、思ったより結構しっかりしてました。パンの部分よりもあんこの方がすごいインパクトが強くて、甘すぎてちょっと頭痛くなるぐらいなあんことかもあるんですけど、これはその豆の味もするし、砂糖も控えめで、すごい上品な味がします。しかもなんか結構あんの水分がちゃんと保たれてるので、中のあんこがすごい滑らかなので、すごい口当たりがいいです。私的にはパンっていうより中のあんこに結構感動しました。小倉あんパンだけじゃなくて、なんかうぐいすあんとかいろいろなあんこのあんパンがあるので、ぜひ買ってみてください。次は同じく木村屋で生まれたジャムパンです。ジャムパンは1900年に木村屋で発売されました。当時、日本では軍の携行食研究が始まり、西洋のビスケットを改良した乾パンが発明されました。この乾パンの研究に木村屋の3代目義士郎が関わっており、研究中にビスケットにジャムを挟んで焼く作業を見て、あんこの代わりにジャムを入れることを思いつき、売り出したところ大ヒットしました。ジャムパンもさっきのあんパンと同じで、ちょっと小さめの感じです。なんか私が知ってる感じだとこんぐらい、平たい感じのジャムパンを、コンビニとかで見たことあるんですけど、
これはちょっと丸みがあるような感じっぽいです。じゃあ実際に中を切ってみます。で、中はこういう感じで、パンの真ん中にジャムが入ってます。今って結構コンビニとかで売ってるジャムパンって、いちごジャムが主流なんですけど、この木村屋では、最初に作った時にあんずジャムだったので、今でもあんずジャムを使ってるらしいです。あんずジャムって食べたことないので、どんな味がするんだろうっていう、そもそもの味もわからないんですけど、ちょっと食べてみます。なんか思ってたあんずの味と違ってすごい美味しいです。あんずって何？プラムのこと？あんずってなんか杏仁豆腐のイメージで、私あんまり杏仁豆腐が好きじゃないので、あんずもしかしたら無理かもって思ったんですけど、結構甘酸っぱくて甘くないんですよ、そんなに。なので果物をそのままジャムにしたみたいな感じの甘酸っぱさがあってすごい美味しいです。なんか木村屋のあんパンとかジャムパンも含めて中身がすごい美味しいっていう感じです。ジャムパンってあんまり最近は見かけなくなったんですけど、でもこの木村屋のあんずのジャムパンはすごい美味しいので、よかったら食べてみてください。次はクリームパンです。クリームパンは中村屋というお店で誕生しました。創業者の夫婦がシュークリームを初めて食べた時にその美味しさに感動して、アンパンのあんの代わりにクリームを入れたらアンパンより高級感が出るかもしれないと思ったそうです。また子供の栄養にもいいと考え、1904年に発売したところすごく人気が出ました。現在よく見るクリームパンは野球のグローブのような形をしていることが多いですが、これは元からグローブ型に作ったわけではなく、半円型のパンを発酵させるときに中に空洞ができないように切れ目を入れたところ、グローブのような形になったようです。クリームパンの見た目はこういう感じで、野球のグローブみたいになってるって説明したんですけど、1,2,3,4 箇所入ってる感じです。結構パンはふわふわしてる感じで、ちょっと切ります。なんかちょっと見た目は卵っぽいんですけど、だいたいクリームパンって言ったらカスタードクリームが入ってるパンのことで、チョコクリームとか他のホイップクリームとかはあんまりクリームパンって言わないですね。なんかすごい黄色いってかカスタードクリームの卵がすごい濃い感じがします。クリームパンのカスタードクリームって結構卵があんまり入ってないのかわかんないけど白っぽかったりとか、そういうクリームパンもあるんですけど、やっぱり中村屋で元祖のクリームパンとして売ってるから卵をいっぱい使ってるのかすごい美味しそうです。じゃあ食べます。すごいなんか卵感が強くて、シュークリームに入ってるようなクリームよりはちょっと固体っていうか、なんて言うんだろう、見えるかな、このちょっともったりしてる感じ、クリームがなんかすごい懐かしい味がします。なんか中学生ぐらいの時に学校の近くにあったパン屋さんで、普段あんまりクリームパンって食べないで他のパンとか買ってたんですけど、その時にクリームパンが残ってたので買ってみたら結構美味しいっていうか失礼なんですけど結構美味しい、クリームパンって意外に美味しいんだなって思った記憶があります。なんかその時のやつよりもその中のクリームは高級感があるんですけど、なんかそのパン自体は中学生の時に食べたパンの感じに似てるので、なんかすごい懐かしい感じです。結構シンプルな味付けなんですけど、子供とかすごい好きそうな感じです。多分コンビニとかにもあるかな。でもパン屋さんとかでは結構ほんと定番であると思うので、よかったら買ってみてください。次はカレーパンです。カレーパンの発祥は諸説あって、一つ目が1927年に東京の江東区にある銘菓堂、現在はカトレ屋というお店で誕生したという説です。洋食パンという名前で実用新案登録という特許のような登録をしたのがこのお店で、登録の際に具の入ったパンをカツレツのように揚げるといった記録がされていました。当初は中身がカレーと決まっていたわけではないようですが、カレーパンが記載されていた方法で作られたと言われており、元祖カレーパンのお店として現在も親しまれています。2つ目の説は1934年に練馬区で創業したデンマークブロードというお店でカレーサンドという商品が発売され、後にそれを揚げてカレーパンができたという説です。こちらのお店は現在閉店してしまっているので、
当時のカレーサンドがどんなものだったのかは分かりませんでした。昔はメーカドーっていう名前だったらしいんですけど、今はカトレアっていう名前に変わってます。で、ここに元祖カレーパンって書いてあって、説明が当店の前身は明治10年に深川常盤町かなで創業されたメーカドーといい、昭和2年洋食パンの名で実用新案として登録されたものがカレーパンのルーツですって。一応ちゃんとこの元祖カレーパンとしてどういうことで元祖なのかっていうのがちゃんと書いてある商品になってます。お店に実際に買いに行った時に多分すごいたくさん売れるからカレーパンだけがなんかこうトレー2個分ぐらいになってて、なんかカレーパンのコーナーみたいな感じになってました。見た目はこういう感じで、なんていうのかな、パンを揚げてるので結構こう、とんかつみたいな衣がついてます。で、これ焼いた方が美味しいのでちょっとトースターで焼いていきたいと思います。トースターで焼いてきました。で、中にカレーが入ってるんですけど、ちょっと切ってみたいと思います。ちょっと熱くてうまく切れなかったんですけど、中はこういう感じで、色はちょっと黄色っぽい感じなんですけど、カレーパンの種類によっては熱いのでちょっと一回置きます。カレーパンのカレーの種類も結構いろんなのがあって、こういう黄色っぽい感じのカレーのものもあれば、欧風カレーというかデミグラスソース的な色のカレーとかもあったり、あとはキーマカレーが入ってるようなカレーパンもあります。これパン自体が揚げてあるので手がベトベトになるんですよね。だから袋にこう入れながら食べるといいってことで多分この袋に入ってると思うんですけど、じゃあ実際に食べてみます。中のカレーはそんなに辛いっていう感じじゃなくて、誰でも食べられるぐらいの辛さというか、もう辛くない、たまに結構辛いカレーが入ってるカレーパンとかもあるんですけど、これはやっぱり元祖だからかみんな誰でも食べられるような味になってます。中には多分人参と、これひき肉なのかな、わかんないけど結構細かく具材が切られてるんですけど、ちゃんと野菜とか肉とかの素材も感じられるので、これを昼に1個食べたら結構ずっしりきますね。久しぶりのカレーパン美味しいです。よかったら食べてみてください。今日は日本で誕生したパンを一部紹介しました。日本は主食の定番といえば昔はお米でしたが、調査によると最近は朝食はパン派が多いらしいです。皆さんもよかったら今日紹介したパンをぜひ食べてみてください。他にも日本で生まれたパンがあるので、また今度紹介しようと思います。それでは今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねもお願いします。バイバーイ。